しずきくんいる？昼休みも終わろうとしている12時50分。一向に活気の衰えない2年 C 組の教室に顔を出し、彼女にとってはごく普通の仕草で、青崎青子はそう告げた。青子にとって C 組はよそのクラスだが、そんなことはお構いなしで気軽に教室へと入っていく。一方、リラックスした彼女とは対照的に、今まで餌を前にしたひな鳥がごとく騒がしかった生徒たちは、白々しいほど静かに、行儀よく席に着き始めた。どういう意味よそれ。めちゃくちゃ恐れられとるやん。内心で舌打ちしつつ、青子は教室を見回した。目当ての男子生徒の姿はない。目立たないやつだから端っこに隠れているのかと思えばそうでもなさそうだ。有里くん、出席番号12番のしずきくんは？青子はあくまで事務的に問う。俺？しずきならさっき飛び丸殿下が連れて行ったよ。名前を呼ばれた男子生徒は、青子が自分の名前を知っていることに驚きつつ返答した。確かあれなんだよな。余談ではあるが、築地飛丸が殿下と呼ばれるのは彼が理事長の息子だからというわけでもなく、純粋に彼の振る舞いが王子のようだからである。本人もそのあだ名は気に入ってるらしい。飛び丸が？あいつしずきくんと仲いいの？意外そうに聞く青子と、そのセリフを意外そうに聞くクラス一同。いいも悪いも築地くんが男子と仲良く話してるのって今まで見たことなかったよ、私たち。あ、木の実くんはバカだから別だけど。そうだよな。初めは殿下もあんまり話してなかったけど、3日もしたら楽しそうに口喧嘩してたもんな。しずき相手に突っ張っても仕方ないじゃん。あいつ変だけどいいやつだし。そうよね、いい人だもんね、宗十郎くん。調子を取り戻しつつあるのか、2年 C 組の面々はざわざわと会話をリレーし始める。それをしばらく聞いていた青子だったが、唐突にくるりと背を向け、それじゃ、と2年 C 組を後にした。とりあえず手短に宗十郎の話は済んだ。昼休みも残り数分と迫った生徒会室。話し終えて満足顔の宗十郎と、聞き終わって難色顔の飛丸が机を挟んで向かい合っている。さあ、感想を聞かせてくれ。話すことはすべて話した、と宗十郎。飛丸はというと、怒っているような悩んでいるような、曖昧な表情で額に指を当てていた。なあ、宗の字。お前、人をバカにできるほど器用なやつじゃねえよな。失礼な。器用な方だぞ、俺は。その返答につくづく不器用な性格だと確信する。となると結論は2つに1つだ。一つは今聞いた話は真実だということ。あるいは彼が幻覚を見るほど疲れ切っているということ。飛丸としては後者であってほしいものだが。宗十郎、率直に言って、俺はお前が気に入っている。お前をじゃないんだ。嘘のない人間なんてのは人間じゃねえ。俺は人間嫌いだから、そんなお前さんが気に入ってたりするんだが、そんなやつまで馬鹿げたことを言い出したら、俺は明日から何を頼りに昼飯を食えばいいんだ？学食で食べればいいんじゃないか？いいなあ、宗十郎だな。あっさりとした一言に、飛丸は一層表情を暗くする。わかった。はっきり言おう。それは幻覚だ。幽霊の
正体見たり枯れ尾花ってやつだろうさ。それでも納得いかないってんなら、いい精神科を紹介してやる。それが君の感想か。よし、ならいいんだ。聞きようによっては侮辱としか取れない飛丸の言葉を宗十郎は泰然と受け止めた。そりゃ俺だって神隠しの類だと思ったよ。けど都会じゃもしかしてそれもありなのかもしれないだろ。確かめたかったのはそこなんだ。それなんだよな。何が起ころうともやっぱしずきくん的には都会じゃそれは普通だろっていうその感じ。うん。例えばなんかその田舎の畑仕事ばっかやってるさ、ジジババがさ、東京行ってさ、電動スクーターでなんか道路走っとる人を見たらさ、へーってなるわけやねんか。ね。都会じゃこれが普通なんだってことになるけどさ、まだまだ電動スクーターの認知度ってそんないないわけやねんか。ね。それと似たような感じなんだろうな。よかったとばかりに宗十郎は残った最後の握り飯をペロッと平らげ、包み布を畳む。おい、すると何か？お前は都会の人間は口から火を吹いたり腕が伸びたりするのが普通だと思ったのか？まあつまりそういうことなわけよ。まあ普通じゃないけど特別でもないんじゃないかと思ったんだ。ここは山にないものが溢れている何でもありの場所だ。だからそれぐらいやってのける人だってもしかしているのかなと。すごいなあ、素直。よく言えば素直、悪く言えば世間知らず。いや、この感じがやっぱこのタイプムーンの主人公としていいよな。真顔で返す宗十郎を見て、飛丸は自分と彼を隔てる文化のレベルの違いを痛感した。電気も通わない山奥。夜は太古のままの夜で、人間は主役ではなくどうでもいい脇役。自然を構築する一パーツにとどまっているのなら、確かにこの少年のような人間ができるのだろう。赤子が無垢なまま成長したといえば聞こえはいいが、要は人が少なすぎて文明が発達するまでもなかった。あるいは余分な知識体系を必要としなかった素朴な世界だったのだ。都会の生活を今までの生活では全くありえなかったことと感じる彼だからこそ、逆説的に起こり得ることは全てあり得ることにとってしまう。安心しろ。確かにこっちにはたちの悪い奴らばっかりだけどな。そんな魔法使いみたいな奴はいねえよ。そうだといいんだけど。どこか納得のいかない様子の宗十郎。確かに今の話の中で納得いかない点は飛丸にもあった。ありかなしかはともかくとして、今聞かされた出来事は人道的によろしくない。まあ、事の真偽というか、どんな間違いでそう見えたかは置いておいてだ。結果だけ見れば、うちの生徒が夜の公園で人を殺したってことになる。しかも双方を控えめに表現しても普通じゃねえ。町にやってきて日の浅い宗十郎は、同い年の少年少女は皆この学校の生徒であると誤認していたのだが、幸か不幸か結論として間違いではなかった。あ、そうか。高校はね、中学とか小学校とかは、まあこの地域の人たちがみんな入るっていう感じだけど、そのね、高校は別だよね。電車とか乗り継いでくる人もおるし、近所の人もおるし。あ、なるほどね。けど、学校は学校、そこの違いがわからん宗十郎からしたら、みんなこの学校の生徒である。同い年くらいの人はみんなこの学校の生徒にある。なるほどな。面白い。一人は火炎放射器を持って、もう一人は、まあなんだ、なぎなたでも持ち出したのか、刃物らしきものが何メートルも伸びたときた。飛丸の呆れ声を聞きながら、なるほど、と小さくうなずく宗十郎。こうして人の口から聞くと、相手をバカにしているとしか思えない内容だ。正気を疑うな。尋常じゃないぞその話。
宗十郎、お前、実は俺をからかってんだろ。いや、全く。けどまあ、都会にはそんな人間はいないんだろ。なら飛び丸の言う通り、夢でも見てたんだ。ここのところアルバイトと試験が重なって辛くて。今は冬休み直前。期末試験は1週間後に迫っている。宗十郎にとっては何よりも手強い難敵だ。俺は基本ができてないから、人の倍程度の勉強じゃ追いつけない。ほら、勉強ばかりしているとノイローゼをするんだろ。そりゃするんじゃなくてなるものだが、まあ何にせよやりすぎ飲みすぎは良くねえわな。試験前ぐらいはバイト減らしたらどうだ。減らしてはいるんだけどね。年末ってアルバイトを休む人も多くて、その代行も頼まれがちだし。宗十郎はやれやれと肩をすくめる。その口ぶりから彼の忙しさは読み取れる。ノイローゼはともかく、睡眠不足で白チュームを見るぐらいあるかもしれない。実際その場面に出くわしたのは深夜とのことではあるが。なんだか大変そうだな、宗十郎。ああ、実はかなり参ってる。都会の暮らしは深刻だ。かなり参っとるね。困ったもんだと真顔でうなずく宗十郎。毛ほども疲れてないように見えるのが困りものだった。泣き言言わねえのは感心するけどな。お前、新郎は顔に出ないたちか。山ん中じゃ出してもしゃあないってのがあるんかな。そりゃ、新郎はどこも痛まないからね。お答えて宗十郎はちらりと壁の時計を見る。そろそろ昼休みも終わろうとしていた。飛び丸、時間だ。ああ、もうそんなに経ったか。気にせず先に行ってていいぜ。俺はまだ用があるからよ。生徒会役員は大変なんだとジェスチャーする飛び丸を宗十郎はまじまじと見つめる。価値のわからない美術品を見るような目で。授業をサボれる身分っていうのは羨ましいな。そういうの、飛び丸が嫌いな手抜きじゃないのか？そりゃ誤解も甚だしい。俺の欠席は手抜きじゃねえ。特権ってやつだと言ったろ。心外だとばかりに席を立って力説する副会長。それをふーんと無感動に眺める転入生。おいおい、あれだけ説明したのに全然分かってなかったのか。しょうがねえ。まず座れ。いいか、その字。常人を上回る英気と幸運を兼ね備えながら、座することなく精進してきた俺でも、ここを卒業しちまえば裸一貫になっちまうんだぞ。ひでえ話だ。てめえの家柄を活用できんのはあと1年ちょいだけなんだぜ。これの一体どこが羨ましいってんだ。普通一生続くはずの親の七光ってやつが、俺の場合はたった3年間しかねえんだからな。となりゃ有効なうちに使っておかなきゃもったいなくておちおち眠ってもいられねえ。ああ、嫌だ嫌だ。何が嫌かって、バカどもとガン首並べて金勘定するのが嫌だ。たく、嫉妬渦巻く大人の世界じゃ、俺のオブラートみたいな心なんてパックリ飲まれて溶けちまうこと受け合いだろうさ。そう言っても多分1割も通じんと思うけど、力説してもオブラートってなんだろうって話になんねえか。冗談にしか取れない熱弁は宗十郎の聞く限りどうも本気のようだった。そういうことを本気で言える人間性が羨ましいなどと思いつつ、宗十郎はなるほどと納得する。本人が言うのだから彼の主観的には正しいのだろうと。だが、あら、そんな権利なんて留年すればいくらでも引き延ばせるのに。なんなら協力してあげましょうか。この私でよろしければ。
宗十郎の骨のない相槌を蹴散らすように、生徒会室の扉が勢いよく開かれた。ほんわかした空気を一撃で砕くクールな一言。築地飛丸にあったこの場の支配権は、コウモリより潔く彼女の手に飛び立ったのだった。いや、いい。自分の夢は自分の力だけで叶えようと常々思ってるんだ。なら今みたいな恥ずかしいこと力説しないでね。廊下にまで聞こえてたわよ、副会長さん。さらっと言って彼女、青崎青子が生徒会室に入ってくる。長い黒髪がわずかに乱れているのは、ここまで走ってきたせいか。青子の視線は座ったままの宗十郎にではなく、熱弁していた副会長に向けられている。頑張れ、飛び丸。そろそろ教室に戻らないといけない。と、宗十郎は静かに立ち上がる。割と薄情なんだな、お前って。青子を前にしてつぶやく飛び丸。だって時間がない。だから、そういうのが薄情とだな。言いかけて言葉を飲む飛び丸。今まで自分しか見ていなかった青子の視線が宗十郎をちらりと見たからだ。時間がないのは私も同じよ。あなたにはいつも振り回される。これは文句ではなく素直な意見らしい。なんだ？要件は宗十郎かよ。安心なさい。あなたにもあるから。ん？心なしか青子の目に殺伐とした陰りがある。いつも不機嫌そうな青子の視線に見慣れている飛丸だからこそ気づける微妙な差異だ。理由は不明だが、青崎青子はいつになくご機嫌斜めということらしい。しずきくん、あなた、走るのと泳ぐの、どっちが好き？唐突に青子は尋ねる。宗十郎は少し顔を曇らせてからどっちもと答えた。ダメよ。一つにして。泳ぐ方かな。けど、どうして？あなたがまだどこの部にも所属してないから。実に無駄のない答えだった。無駄がなさすぎて、宗十郎の意見を挟む隙間もない。うちの校則読んだわよね。生徒はただ一人の例外もなく、部活動に参加しなくてはならない。正直どうかと思う校則だけど、決まりは決まりだから。そんな無茶な。悪いけど、そこまでの暇はないんだ。でしょうね。短い返答。青子に容赦がないのはいつものことだが、富丸には彼女が宗十郎との会話を避けているようにも見える。無言で見つめ合う二人。第三者の飛丸すら息が詰まりそうな沈黙は、そうか、という宗十郎の一言で破られた。青崎は分かってると思ってた。あ、いや違う。きっと分かっているんだな。うん。だから、そこが強いんだろうね。席を離れる宗十郎。青崎の横を通り過ぎ、あっさりと廊下に出る。それ、明日からでいいんだろ？しずきくんがいいならね。できるだけ頑張るよ、と苦笑して、宗十郎は生徒会室を後にした。おもろいな。この今の問答ちょっと面白いよね。